戦果を上げましたね。右の桂が、相手のね守りの銀と交換になったので、まずは成功ですね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の浦中修二です。今回もですね将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。相手三段の方です。さあ7六8四歩にね、私6八銀と上がって矢倉の形を目指していきます。そうですね、これでここでね、一つの分岐点で、2六歩とついてますが、これがね近年、先手矢倉でね、多く指されている形で、矢倉にね先手が矢倉に持ち込むときに後手がね急戦策を取ってくることが最近は近年増えてきましてね、早めにこう飛車先の歩を突いて、そうですね、これで銀を上がらせることによって、後手番のね急戦をこうなんですか、封じるまではいかないですけどね、やりにくくさせるという意図があります。ただね、この飛車先の歩を伸ばしてしまうとね、後々3七桂から2五桂のような、桂馬のね活用がしづらくなる、若干形を決めるようなところがあるんでね、少し先手が妥協しているというのは妥協してますね。で6四歩、ちょっとこれでまたねちょっと急戦を狙ったような手で少し変わった手ですね。3二金から4一玉とね寄れば、非常に普通の矢倉戦なんですけど、6四歩から8五歩なんでね、少し急戦をしてきそうな感じですね。ですので、この歩をね決めたことで一回こう角の利きは止まってるんでね、若干急戦はしづらいんですけど、この後まだこの銀が4四銀と出てきたり、どっかで4二銀と引いてまた角を通してきたりね、そういう指し方が想定されますね。やはりこの角がこう通ってね、矢倉側に効いた状態でね、効いた状態っていうのは非常にね、やはりこう破壊力があるんですよね、角のね利きが。今現状こう銀がかぶさってるんでね、少し攻めづらい形なんですが、この銀がね4四銀と出てくるか、4四歩とつけばね二重に角道が止まるんですけどね、桂馬を飛んできましたので、銀が出てね、こう5五歩でこの銀桂飛車銀、飛車と桂と角と銀でね連動して攻めてこられそうな感じですね。で、私のは上部に厚くして受けます。で、玉をね寄ってきました。さあどうするかですね。3六といって、これはね米長流急戦矢倉という形ですね、後手の形はね。はい。で6三銀、さあどうしますかね。4六歩とつく、3五歩とついてねこの歩を交換しに行くと思います。3七銀っていうのは一番積極的な手ですね。4四にね銀が出てくる形が想定されますので、3七桂と飛んでね4六歩から4五歩とね追う形を作る、あるいはここで4六歩とついて、銀をね追いやすい形にしとくという指し方はね一つ考えられますね。桂馬飛んでみますか。これはね銀を上がってくれば、4六から4五歩でね銀を追いやすく、そうですね、これは当然この普通の手なんですけど、この時にこの歩を突くというのが一応狙いですね。これでね4五歩とついて銀を、引かませると。で6五歩とね相手の方回戦してきましたね。さあどうしましょうか。これは同歩同桂で銀上がって受けますか。銀を引く手もあるんですけどね、ちょっと危ないでしょうね。この辺は、解説の方でできればと思います。で銀上がった相手の方はね2枚銀で攻めてきました。で私はこの歩をね突くのが狙いの手ですね。これでこの銀を、撤退させると。で2筋をついて、この時2三歩と打っていくような手もありますけどね、同角当然やさせてみますか。さあ急戦矢倉のね形です。これでね4六に角を引くか6八に引くか、4六に引いてみますかね。これでね角の利きをになんで、相手のね後手の攻めを緩和すると。で相手の方は、飛車先の歩交換をしながら、おそらくね飛車を、下段に1個でしたね。1個はちょっと変わった形ですね。8一もあったと思うんですけどね、1個ずつ上がってきました。さあどうするか。難しいところですね。4七銀と上がりたいんですけど、4七銀はね6六角同金5七銀みたいな強襲がね一応考えられるので、さあどうするかですね。4四歩と1個ね突くのは手筋ですね。同銀なら銀が取れますし、同歩ならね角道が止まる、同角なら4五桂と飛ぶような手があるという感じでね、一回玉を寄って、8八歩とね打ってくる手筋があるので、少しそれをね防いで、そうですね、この時に4四歩ついてみますかね。4四歩ついて、これは手筋なんですよね。同角なら同角でしたね。これで桂馬を飛んで、これでね桂馬を飛べば、この銀が逃げればね銀が取れますので、一応ね銀を取れるという戦果を挙げました。同歩なら角道が止まるんで、例えば6五銀同銀7七桂とかね、この辺も解説戦で大金を使ってね動かしてできればいいと思うんですけどね。これはね戦果を挙げましたね。右の桂が、
相手のね守りの銀と交換になったのでまずは成功ですね。ただまだこれ5四にね桂馬打ったりとか7四に桂馬打ったりとかね、相手の方もどんどんね打つ場所があるのでね、ここはまた考えないといけないですね。4五銀と手厚く打つのが第一感ですね。4五銀と打って5四桂を緩和しながらね角取り、ただ4五銀にすぐ桂馬を打ってくる可能性もありますね。あと6五銀同銀7七桂っていうのもやってみたいでですね、それで飛車銀両取り、ただ6六歩とか強く攻め合ってきた時にどうなるか、6五8五桂に8六7とねちょっと難しい正念場ですね。これね桂馬取る手は奥の手なんでねすぐやって、うまくいくかどうかって微妙なところなんですね。銀打って銀出るのが一番いいですかね。で桂打ったら銀になっての攻め合いでいけそうですかね。銀打ってみますか。でねこれね角を手に入れると7四角と打つ手がね王手飛車取りになるんでね、それを一応狙いとしてあるんで、これで銀が出て、角頭を狙っていきます。5四桂と打つ手はあるんですけども構わず2三銀成でね、そうですねこれで2三銀成と攻めていって、どうでしょうか。角取られてもね、どっちだろうな、角取る手もあるし金取る手もあるし、どっちも有力ですね。角取った方がいいかなこの場合は。はい、これねここの桂馬がいないと逆に王手飛車なんですけどね、これ桂馬が、邪魔をして王手飛車ができないと。でですね、ここですよね、ここでね私の方はね、先ほどから言ってた、気持ちいい手がありますね。これね角を打つとねここに角打てるんですよね。これをずっと狙っていたので、これはねうまく、技が決まりましたね。いやありがとうございました。またつまらぬものを切ってしまった。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大津で実況対局の方やってまいりました。戦型が米長流急戦矢倉をね私が先手番の矢倉で迎え撃つということでね、近年は矢倉戦を先手で目指してもですね後手の方から急戦を仕掛けられて組み合う矢倉というよりはね本局のように、ある程度ねお互いの玉が薄い形での、戦いになることもね増えてきました。で米長流急戦矢倉に対するね対策もね近年ね非常に多く指されている指し形で、本局のね勝敗を分けたポイントなども、大盤で解説しっかりしていきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。